皆さん、こんにちは。セアジャパニーズポッドキャストへようこそ。本日は、ゲストに来てもらっています。セアズジャパニーズで、先生としても、そしてマネージャーとしても働いてくれている、藤先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤先生は面白い経歴をお持ちで、日本語の先生になる前は消防士として働いていたんですね。藤先生、消防士として働いていた、どのように働いていたか、ちょっと教えてくれますか？はい。私は5年間消防士として働きました。消防士の時は、火を消すような活動、消防隊としての活動や、救急車で、傷病者のもとへ行く救急隊としての活動、また、防災指導など、多岐にわたる、業務を行っておりました。なぜ今回、藤先生に、お話ししてもらいに来てもらったかというと、ちょうど5日、6日くらい前に、少し大きな地震がありまして、で、その時に、津波が発生したっていうのと、で、その後からまた大きな地震が起こる可能性が高いっていう、高いというかあるっていう、注意報が出たので、で、私が、そのことについて、インスタグラムで、お話ししたときに、たくさんの方から、今日本にいるんだけど、どうしようとか、日本に行く予定だったけど、行っても大丈夫？起きたら何すればいい？どこにいたらダメなの？みたいな質問がたくさんあったので、今回は、その日本の消防士さんって、火を消すだけじゃなくて災害の時の、救助活動とかもしてくださっているので、藤先生にちょっとその話を、詳しくしてほしいなと思ってお呼びしました。よろしくお願いしありがとう。ます。はい。よろしくお願いします。はい。それではですね、今回の地震の、その一番最近の強い地震が起こった、その時の概要をまず私から、お知らせしようと思うんですけれども、今回の地震の名前が青森県東方沖地震っていう名前が付けられて、12月8日の夜に、青森県東方沖を震源とした、地震で、規模はマグニチュード7.5で最大震度が6強だったんですね。で、この地震で津波警報が発表されて、結局最大波は0.7メートル、だったんですけれども、この地震の後に北海道三陸沖後発地震注意情報が発表されました。この後発地震注意情報って日本で発表されたのは初めてなんですけれども、これ何ですかね？はい。後発地震注意報は、今回、初めて、発令されたものなんですけれども、マグニチュード7以上の大きな地震が発生した後に、その後の地震に注意してくださいという注意報になってまして、東日本大震災の2日前にもマグニチュード7の地震が同じ地域で起きていたというのもありまして、今回初めて使われたということになります。うん。なので今までのパターンを見て、そういう大きな地震が起きる前に少し小さめの、それよりも小さめの、でもマグニチュード7以上の地震が起きているのを観察して、じゃあそういう関連性があるのかなっていう、研究結果のもとに新しく使われるようになった注意報になります。うん。で、今これが出ているんですね。で、今後1週間は気をつけてくださいみたいな感じで、もしかしたら、今、ポッドキャストが上がっている頃には、解除されているかもしれないんですけれども、
まあ、実際になんかあの地震が起きてから地震多めですよね。そうですね。東北地方だけではなく、私は今、東京に住んでいるんですが、東京でも地震があったりですね。昨日も震度4の地震が茨城県、関東なんですけれども、でもありましたので、地震が続いているなというふうには感じていうん。ます。うんうん。あのフォロワーさんとかからかも、フォロワーさんとかからも、じゃあ日本に行かない方がいいですかっていう質問がたくさん来ているんですけれども、ズバリどう思いますか？そうですね。やはり私たち日本人は地震に慣れているので、それが当たり前にはなっていると思うんですけれども、地震のない国の人からしたら確かに日本は、危ないか危なくないかで言えば、地震が起こる可能性はかなり高いので、危ないということにはなると思うんですけれども、そうですね。だから行かない方がいいかと言われると、私も日本で生活しているわけなので、きちんと備えてくれば、あの、生存率といいますか、無事に帰国できる可能性は上げられるのかなとは思います。うん。まあそもそも日本って本当に地震大国で、去年の2024年だと震度1以上、震度1ってつまり分かる人は体感できるっていう大きさの地震なんですけれども、3000回起きてるんですね。で、震度5強になると結構立ってるのは難しいというか、座んないといけないくらい強い地震でも28回起きているので、まあ日本に旅行して1週間ぐらい滞在したら、まあ震度2とか3の地震を体験するのはかなり普通なことですよね。そうですね。震度うん。5弱だと、5弱ですね。5弱以上、はい、28回ということですけど、そうですね。日本に、旅行に来たら、地震を経験したという旅行者は少なくないのかなと思います。うん。なのでまあ地震が起こるかもしれないから日本に来ないっていうとちょっとそれはもったいないなって思ってしまいますけどね。そうですね。うん。ではまあこのポッドキャストを聞いている皆さんは、まあ、日本に住んでいる方もいらっしゃるかもしれないし、日本に旅行にいつか行くっていう方もいるかもしれないんですけれども、まあ旅行者となるとこう備えられることって結構違いますよね。こう日本に住んでいる人だとどんな防災グッズを用意するのが普通ですか？最低限で。日本に住んでいる方でうん。すね。住んでいる方でしたら、やはり食料系は、必ず必要になってくると思うんですけれども、水とか、乾パンとか、お湯で作れるカップラーメンとか、お粥とかですかね。そういったものを常備しておく必要があると思うんですけれども、やっぱり買って満足して期限がかなり切れているという方をよく聞くので、期限とかも、気にして用意していただいたり、あとは懐中電灯とか、簡易トイレとかですかね。あとは何ですかね。やっぱ防寒具うん。とかあったらいいんじゃないかなと思いますね。発電機とかうん。もちょっと割高ですけど、ソーラー発電とかであれば、もしガソリンとかが手に入らなくても、使えると思うので、そういった形で、はい、用意できればした方がいいのかなとは思います。うん。あとはよく言われるのは忘れがちだけど大切なのは靴、なんか上履きスリッパでもいいのでを用意した方がいいって言われますよね。そうですね。もし本当に備えるのであれば、例えば寝てる場所、自分が寝てる場所の横にスリッパとか靴とか置いておくと、逃げるときに怪我をしないで外まで行けるっていうのがありますね。物が倒れてきた後だと、
やはり日本人は靴を脱いで、家で生活しますので、やっぱり靴下だけだと、なんか危ない破片とかが飛び散ってる時に、まあ、玄関の靴のあるところまで安全に行けるというのはありますね。旅行者となるとそういうふうにね、こうどんなに備えた方がいいと言っても日本旅行中ずっと食べ物持ち歩いているとかそういうのは懐中電灯持ち歩いてるとかね、ちょっと無理があると思うんですけれども、旅行者でも最低限これだけは用意した方がいいっていうものありますか？そうですね。食料に関しては、避難所に行けば、まあ、少なくとも数日の食料は、配布をされるはずなので、まあ、食料を用意するよりは、まあ、もし、地震で生き埋めが心配であれば、ホイッスルを持っておくっていうのが一ついいのかなと思いまして、ホイッスルがあると、生き埋めになった時に笛を吹いて、自分がここにいるっていうのを知らせることができますね。あと現金ですね。うん。電子決済、はい、できなくなる可能性があるので、現金を持っておくと、まあ、何か物が買いたいとかっていう時に、いいんじゃないかなと思います。うん。ホイッスルって地震じゃなくても使えそうですね。なんか、襲われそうになったとかね、夜。ああ、あそうですとは、ね。最近、クマが多いので、日本でもしちょっとでも都会じゃない場所、もう今、田舎とかいうわけでもなく、なんか、結構、町の方にもクマが出てくることがありますよね。そうですね。私、そうですね、東京の隣にある埼玉県とかでも、はい、熊が出るとかっていうのを聞いたりするので、はい。埼玉で出たんですか？はい、埼玉でよくニュースが、はい、出てますね。怖いですね。熊よけとして音を出すっていうのも大切らしくて、なんか登山とかに行く人の場合は鈴とかをチリチリ鳴らしながら歩いたりするので、まあなんかちょっと周りに誰もいなくて怖いなと思ったらホイッスル吹いてみて、こう人がいますよみたいな音を作るっていうのもいいかもしれないですね。そうですね。熊うん。もそうですし、さっきおっしゃっていた防災とかも、うん。私なんか小学生の時ランドセルにう上をん。つけて学校に行っていた記憶があるんですけど、まあうん。今の子うん。うん。は違うのかもしれないですけど、まあ、不審者とかがうん。出た時のための備えですよね、それも。そうそうそう。確かにありましたね。防犯、なんて言うんだろう。防犯ベルとか言うんだっけ？防犯ブザーですかね。防犯ブザーか。なんか、笛を吹くタイプのものもあるし、私が子供の時は紐を引っ張ったら、チリリリリみたいなのが出るっていうのを、こう、学校に行く時のランドセルにつけて、もし襲われたらすぐ紐を引いて大きな音を出す。それ確かに子供だけじゃなくて大人が持っててもいいかもしれないですね、今後。そうですね。今その話を聞いて、ホイッスルじゃなくて防犯ブザーの方がもしかしたらね、例えばですけど、胸部が圧迫されて、息を吹くのうん。が辛い時に、防犯ブザーの紐だったら引けるかもしれないとかなるほど。あるんで、はい。それもありですね。ほうほうほう。じゃあ皆さん、防犯ブザーって多分調べたら出てくるかもしれないので、よかったら日本で買ってみてください。あとは、物の用意以上に大切なことは、やっぱり避難経路の確認とか、あのもし地震が起きたらどこに避難できるのかとか、どこから情報を手に入れられるかなんですけれども、もし家に住んでいたら、その近所の避難経路とかを確認できると思うんですけれども、旅行者にとってはいろんなところに行くので、そうもいかないと思うんですけれども、こういった場合に何か、なんだろう、そういった場合でもできることってありますかね？そうですね。もし、例えばホテルのようなところに泊まっている場合は、まあ、ホテルの中から外に出る避難経路というのは、法律で、掲示することが決められているので、まあ、ホテルに着いた時に、そういった、ものを見て、避難経路を確認しておく。まあ、あとは、例えば、出先で、お店
ビルのようなところに、行くことがあれば、階段がどこかというのを確認するのが大事だと思いますね。やはり地震、まあ火災とかもそうなんですけど、災害が起こった時に、エレベーターが止まってしまって使えない。まあ、地震が来ているのに乗ろうとして途中で止まって閉じ込められたとかってなるとちょっと大変なので、まあ、エレベーターは使わない。で、階段で避難するっていうのを、まあ、意識していただけたらなと思います。うん。あとは、意外に多分抜け目になるのが、やっぱりそういう大きな地震が起きたらすぐに情報を確認したいですよね。で、日本人の場合は、テレビをつけたり、あとは X、ツイッターで地震って調べるとすぐに出てくるので、地震速報とか、そこでやっぱり最大震度とか、どれくらい大きいのかとか、津波が来る可能性があるのかとかをすぐに確認するっていうか、絶対確認したいと思うので、ただその地震が起きた時だと、もう結構焦ってしまっていたりするので、そういうのが起きる前にどこからそういった情報を手にするのかっていうのを確認しておいた方がいいですね。そうですね。アプリですとか、まあ、どのサイトを使うかというのは、あらかじめ、決めておいた方がいいと思いますうん。し、もし、アプリをダウンロードすることで、緊急地震速報というのを受け取ることができるものもあるので、はい、アプリとか入れといた方がいいかなと思います。その入れておけるかもしれないアプリとかサイトとかをちょっとキャプションに載せておきましたので、皆さんぜひチェックしてみてください。それではですね、じゃあ実際に地震とか津波が起きてしまった場合にどうするか。まずはもし地震が起きたら一番最初に優先してするべきことは何ですか？はい。一番最初に優先することは、外にいた場合は、まずは崩れやすい建物、電柱とか、あと建物電柱、あと看板ですね、とか、そういった、塀もそうなんですけど、崩れてきて危なそうだなと思うものからは離れるということですね。で、かつ、低い姿勢を取るのがいいと思います。四つん這いみたいな姿勢ですね。やはり立っていると、揺れで転倒して危ないので、まあ、崩れやすい建物とかから離れた後はもう極力移動しないで、その場で、広い場所に行って、その場で、待機というのが重要だと思います。で、屋内の場合ですね。屋内の場合は、揺れが収まるまで、机の下ですとか、上から何か物が降ってきても、身を守れるような、特に頭ですね。頭を守れるような、ところで待機。で、もし、机の下とかそういった頭を隠せるような場所がない場合は、こうなんか座布団とか、何かこう頭を、カバンとかでもいいので、頭を隠して、揺れが収まるのを待つ。で、外に避難するという形ですね。はい。うん。で、はい。そしたら、すぐに避難するよりかは、とりあえずまずは揺れを収まるのが、まずは揺れが収まるのを待つのが優先ですかね。そうですね。一般的にはそう言われるんですが、まあ、個人的な意見になってしまうんですけれども、私の場合は、自分が今いる建物が、古い建物うん。だと思った場合は、揺れが強くなる前に外に行ってますね。おお。個人的には。はい。ただ、やはり揺れてる中に移動するというのが、怪我のリスクがあるので、ちょっと難しいところなんですけれども、まあ、日本の建物なんですけれども、1981年の6月1日以降の、建物が、皆さんがよく聞くであろう、安全な建物と言われている建物で、これは、震度6強
の地震が来ても、倒壊しないレベルのものの建物ということで基準になってまして、ただそれより前に作られた建物というのは、震度5で、大きな損傷を受けないレベルのものというふうに、というレベルの、耐震基準になっているので、古い建物というのは、まあ、ちょっと危険っていうことはありますね。ただ、外観だけでは判断が難しいと思いますし、新基準、新しいその1981年6月以降に作られた建物でも、震度な、例えば7とか、それ以上の7ぐらいのもっと大きな地震が来る可能性もあるので、それに備えて、まあ、絶対中にいれば安心とは思わずに、揺れが収まったら外に出るっていうのは確実にやっていただきたいうん。とは思います。うん。うん。うん。じゃあまあ、もし身体能力に自信がある人なら、ね、こう外に出てもいいかもしれないですね。あとはこう避難経路を知っている場合ですね。こう知らうん、なくて逆にキッチンの方とかに行っちゃって火事に巻き込まれるとかいううとん、危ないので、まあそのためにも避難経路は事前に確認しておいた方がいいということですね。そしたら。そうですね。まあ、あと、緊急地震速報が鳴ったら、まあ、揺れる前に外に出るというのが、まあ、それが一番ベストでうん。はありますね。うん。あとは日本でなんか旅館とかに泊まる人もいると思うのうん、で、旅館となると結構見た目が大丈夫かって思うこともあると思うんですけれども、まあその場はい。合は全然失礼じゃないので、旅館の人になんか地震が起きた場合って中にいた方が、その最う初ね、最初ん、は中にいた方が安全ですか、それともすぐに外に出た方がいいですかみたいな感じで聞いてしまうっていうのもありですね。そうですね。うん。あと、ただ、旅館とかホテルっていうのは、年に2回ですね、自衛消防訓練というのが義務付けられていまして、お客さんを安全に避難誘導する訓練を受けた方がスタッフとして在中しているはずなので、その方の指示に従うというのも大事うん。なことだと思います。確かに、たまにあるのが、こう、パニックになってしまって、指示を出されているのに、それに従わずに、こむしろ避難の妨げとなってしまうっていうこともあるので、うん、こうね、あの、もし指示が出ている場合は、それに従う方がいいんですかね、自分で判断するより。そうですね。やはりスタッフの方は訓練うん。も受けているし、まあ、日本の方って、やはりね、地震に慣れている、防災指導を幼少期から受けているというのもあるうん。ので、そこは信頼していただいて、指示を受けた方がいいかなと思います。あとは、翻訳アプリのダウンロード版を使うのもいいかなと思います。えーもし、インターネットがうまく使えないとき、スピードがすごい遅くなってしまうとかっていう可能性もあるので、ダウンロード版を入れておくと、電波がなくても、インターネットが接続できなくても、翻訳をすることができるので、私はGoogle 翻訳アプリを日本語と英語で、いつでも使えるようにしているんですけれども、まあ、インターネットがつながっている時よりは、まあ、翻訳の精度、特に長文になればなるほど、まあ、下がるんですけれども、まあ、ないよりはいいかなと思っています。わかりました。で、もし、これ私自身も疑問に思っていたんですけれども、じゃあ大きな地震が起きて、家の外に出た場合って、その後避難した方がいいんですか？その津波が来ない地域の場合は、避難するとしたら火災が発生してる時とかは、学校とかに逃げた方がいいんですかね？そうですね。例えば近くの近隣の家が燃えていて、うん。自分の家も巻き込まれる可能性があるとか、まあ、大体大きい地震が起きた後は、まあ、次の地震が来る可能性があるので、そういった避難場所に逃げるというのも選択肢に入ってくると
思いますので、まあ、避難した方がいいかなとは思いますね。うん。では、地震が起きると日本では津波が発生することが多いんですけれども、まず旅行中とかでどれくらい沿岸部にいたら津波情報とかに特に注意した方がいいとかありますか？そうですね。実は距離については、ちょっと何キロとかっていうのはちょっと言うのが難しいんですね。まあ、なぜかというと、たとえ10キロ先にいたとしても、津波は来る可能性があると言われていて、まあ、その他にも、例えば港の先端とか V 字型の湾の奥とかに、の近くだと、津波の力が集中しやすいので、うん。普通の海岸の4倍の高さで津波が来る可能性があると言われていたり、まあ、あと川ですね。川が近くにあったとか、様々な要因が、あの、重なって、危険度っていうのは出てくるので、じゃあ、10キロ先にいたから大丈夫かと言われると、まあ、そこはちょっと距離で危険を測るというのはできないんですけれども、まあ、海のある県にいて、まあ、ちょっと海岸から近いんじゃないかと自分が思ったら、まあ、実際は津波が来ないかもしれないぐらい遠いかもしれないけど、一応、高台に逃げるっていうのを、心に留めて行っていった方がいいかなと思います。そしたらまあ自分で判断するというよりかは、政府というか地域から出されている警報とか注意報を信じるというか、それに従った方がいいですかね。そうですね。まあ、ただ、逃げながらでも、高台に避難しながらでも政府の情報っていうのを確認できるので、うん。もう頭ではもう逃げるというのを最初に始めて、まあ、注意報を見て、あ、大丈夫だなと思ったら、もう戻るという感じにうん。したらいいんじゃないかなと思います。あとは、スペインに来てから気づいたことなんですけれども、スペインの家って、なんていうのかな、レンガというか、ブロックというか、コンクリートっていうんですかね。コンクリートかな。なんかそうだね、多分コンクリートか、そういう硬いもので作られているので、例えば洪水が起きたとしても、家の中にいれば大丈夫。その家の中の3階以上とかにいれば大丈夫みたいな感じがあるんですけれども、日本の場合、そもそも家が一戸建てが多いし、木造とかも多いので、津波とかが来たら家ごと流されるっていうこともありますよね。そうですね。東日本大震災の時も家ごと流される映像とかが、はい、ありましたうん。ね。なんか屋根とかがスーってね、なんか水の上を泳いでるというか渡っている画像とかありましたよね。そうですね。本当に恐ろしいですね。なので、もし日本にいるときは、家の中にいるよりかは、絶対そういう高台とか、高くて頑丈で高い建物の上とかに行く方がいいですね。で、話を少し戻しますと、この注意報とか警報については、どういうふうに判断したらいいですか？はい。一応、注意報と警報の定義からお話しさせていただきますと、注意報はだいたい、津波1メートル以下、数十センチですとかの津波が来る可能性があるというもので、警報はだいたい1メートルから3メートル程度、津波警報ですね。で、大津波警報っていうのがありまして、それはもう3メートルよりももっと上、10メートル以上の津波もあり得るという警報になってまして、で、もし注意報だから大丈夫とは思わないでほしいんですけれども、なぜなら、津波は30センチでもう、あれ、
10センチの津波を自分が受けたら、ちょっともう歩くのが難しいと言われていて、まあ、50センチだともう車が浮くぐらいの、へパえ。ワーがあるんですね。で、まあ、70センチで、まあ、健康な大人が流されるということなので、まあね、女性とかお子さんですともう多分もう簡単に、70センチよりも下でちょっと流されちゃうのかなと思うんですけれども、まあ、70センチはまあ健康な大人。で、1メートル。1メートルって多分、大体の皆さんの身長より低いと思うんですけれども、1メートルの津波を受けた場合の死亡率はほぼ100%と言われていて、もう100メートルの津波が来たらもう立つことはできない。その場に留まることができないので、もう流されてしまう。で、流されてしまって、まあ、溺死ということもありますし、まあ、漂流物がかなり、うん。もう1メートルの津波っていうと一緒に来ますので、それにぶつかってしまって亡くなってしまうっていうことが多いです。ですので、注意報だから大丈夫、警報じゃないから注意報だからという慢心はしないでいただきたいと思っています。うん。そう、よくあるこう勘違いというかなんですけれども、その津波70センチとか言うと、ああ、じゃあそのプールとかに行ってうん、腰のあたりくらいまでのこう水があるのかなっていう感じで、じゃあまあ歩けば大丈夫じゃんっていう、ね、その洪水とかだとそうなりますよね。だんだん下の方から上に上がってきて、まあ歩いて避難できるみたいな。でも津波となると、まずその押し寄せる力が強くて、実際にその海とかで波がある時にこう歩いてると、わーってなるじゃないですか。あそうれですね。のもっと強い版みたいな感じですよね、多分。そうですね。もううん。桁違いですね。波浪って言うんですけど、普通の波の、はい、波浪よりも津波の方がはるかにうん。パワーがありますので、もう全然同じではないですね。うん。ぜひよかったら、1メートルの津波が起きた時の人間の動きみたいなの、実験動画とかあるので、それを見ておくといいですね。知るために。うそうですん。ね。まあ、あと、津波は、第1波、1回目に来る波のことなんですけど、第1波の後に来る、まあ、第2波、第3波、2番目、3番目に来る、波の方が、津波の方が強いパワーを持っているということがよくありますので、第1波が来たから、じゃあもう大丈夫だから、海の近くに行こうとか、あとは、まあ、1波だろうが2波だろうが同じなんですけれども、津波の危険がある段階、まだ注意報や警報が出ている段階で、ああ、じゃあちょっと SNS に津波を撮りたいから、ちょっと撮影のために、海を見に行こうっていうのを絶対にやめていただきたいなと思います。うん。はい。やっぱり津波は結構ゆっくり来るように見えるんですね。確か時速35キロぐらいだったと思うんですけど、海岸近くに来る津波のスピード。だから、ゆっくりに遠くから見たらそういうふうに見えるかもしれないんですけれども、まあ、35キロというと、まあ、電動機付き自転車、原付、スクーターとかのスピードと同じくらいなので、まあ、走って逃げれる速度ではないうん。ので、はい、近寄らないでほしいなと思います。うん。正直もう津波が来てしまったら、走って逃げて、車でもね、自転車であっても、それで逃げれるってほぼ無理ですよね、正直。そうですね。難しいと思います。もうね、避難するとか、備えるって、そうしたところで特に何も失わないけど、そうしなかった場合は、命を失ってしまう可能性があるので、もう念には念を入れてっていうのがいいですよね、一番。そうですね。実際、もし災害が起こった時っていうのは、まあ、行政、警察、消防、自衛隊とか、まあ、あとは、近所の方とか、たくさんの人の力を借りることになると思うんですね。まあ、それは当たり前だと思うんですけれども、まあ、少しでも、備えをしておいて、
自分でできることは自分でやるっていうことができれば、マンパワーが他に回すことができて、例えば、瓦礫の下に生き埋めになっている方の救助とかに人を割いたりとか、本当に困っている人、必要な人に、助けの手が回るということも考えられるので、できるだけ備えられること、あとは防災について勉強しておくことが重要だと思いますね。で、あと、このポッドキャストって意外と日本人の方も見てくださっているということを、はい、そうなんです知っていか？ ますね。そうです。はい。私もそうですし、私の友人とかも、このポッドキャストを見ていると思うので、ちょっと日本人の方に伝えたいことなんですけれども、やはり、日本人の方は、当たり前のように防災指導、防災の教育を受けているんですけれども、日本にいる外国の方は、あの、防災について何も知識のない人とかもいると思うんですね。ですから、もし災害が起こった時に、外国の方を見かけたら、ちょっと声をかけてあげてほしいなと思うんですね。うん、こんなこともわからないのじゃないですけど、そういう気持ちになることもあると思うんですね。ただ、本当に何も知らない、あとやっぱり言語の壁があって、きっとそれで災害も起きて不安な気持ちでいる方とかがたくさんいると思うので、今ね、翻訳アプリとかもありますので、その方の母語が話せなくてもコミュニケーションを取ったりとか、ちょっと気にかけてあげる。特に避難所とかで、見かけることとかもあると思うので、ね、避難所とかで、例えば、あの、ご自由にどうぞとか書いてあるんですよね。食べ物とか。よく、紙にご自由にどうぞって書いてあって食べ物が積まれている。でも、うん、日本語が読めない方は、あの、ご自由にどうぞの意味がわからない。特に翻訳アプリとかでもご自由にどうぞとかだと、ちょっと違うん、う意味で翻訳されたりとか Be あるみた free い。とかなっちゃいそうですね。そうなんです、そうなんです。そう。うん。そういうのもあるので、ジェスチャーとかで、どうぞじゃないですけど、もう手渡ししてあげるとか、何かそういったことを、日本人の方がしてあげられたらいいのかなと思います。うん、そうですね。ちなみに藤先生が YouTube の内部事情を知っているのは、ポッドキャストの編集とか投稿したり、そういうのを全部やってもらっているからなんですけれども、そうですね。例えば、もし雪の全く降らない国に住んでる人にとっては、例えばもしじゃあ大雪が降って本当に危ないくらいの大雪になった場合に、もし今まで大雪を体験したことのない人にとっては何をすればいいのか、0から10まで全く分かんないと思うんですけれども、一部の外国人、その地震のない国から来た人にとっては、そういうの、そういうのと同じような感じなので、小さなことでも一緒に逃げようみたいな感じでこうねしてくれたらいいですよね。まあそうですね。それと同時に外国人の方も日本に来るならたくさんありますから、英語の、何をするべきかとかどこに行くべきかとかいう資料がたくさんありますので、私もキャプションになんか防災グッズとか英語で書かれたものを載せておきますので、ぜひご自身でも備えるようにしてください。ということで、藤先生、今日は、いろんな貴重なお話を聞かせてくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。皆さんも、私たちも安全に、え過ごせることを祈っております。それでは、最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。さよなら。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!